方法と僕が実際に最近やっているエイム練習ルーティンを紹介していきます。練習中の意識やエイム練習が身になる人とならない人の違いなども話していくので、最後まで見ていってくれると嬉しいです。最初に R5 をプレイする際に必要な英語版 Apex について話していきます。まずは Steam での言語変更方法を紹介していきます。ライブラリから Apex を選択して右側の歯車マークからプロパティを選択してください。ここから言語を変更できます。次に EA 版でのやり方を話していきます。左上のメニューから設定を開いて上のタブでアプリケーションを選択してください。次に導入方法を紹介していきます。まず公式のダウンロードページに行ってダウンロードしてください。ダウンロードが完了したらダウンロードしたファイルを開いてインストールしてください。インストール完了後ランチャーを起動してください。起動の際に .NET のインストールを求められる場合がありますが、必要なソフトなのでそのままダウンロードしてください。.NET のインストールが完了したらもう一度ランチャーを起動してください。起動後は画像の手順で進めてください。R5 の導入方法は以上になります。個人的に接敵した際、少し緊張して力んでしまう癖が悩みだったんですが、短時間で何度も打ち合えるので改善点を意識しやすく改善できている実感があって、とても成長につながると感じました。またキャラコン勢が多いのも新鮮で面白いので本当におすすめです。次にエイム練習ルーティンを紹介していきます。まず最初にマウス操作を慣らすためにこのシナリオから始めます。このシナリオはマウス操作と1人目に過集中しない意識が練習できると思っていて、移動しながら360度エイムを合わせ続けなければならないので、視点意識が間違っているとスムーズに追えなくなるので、センサー基準でエイムをすることの癖がつきやすいと感じています。またバロラントなどで大事な1人目に過集中しないというほとんどのプレイヤーができてないやるだけで差がつく大事な意識も練習しやすいと感じました。1人目に過集中して次のリソース管理ができていないと次の敵に対するエイムがずれていたりスムーズに進めないので、バロラントなど一度の戦闘で連キルが可能なゲームでよくある2人目以降のキルにつながらないという悩みを解決できる良いシナリオです。次に実践に近いマウス操作と目を慣れさせるためにこのシナリオをやります。このシナリオは実践的なエイムのマウス操作と目の使い方の練習に使用しています。最初のシナリオで基本のマウス操作を練習したので、次はこのシナリオで実践に近い局所的なマウス操作の練習をします。先ほどと比べてエイム範囲が狭くなり視点意識が乱れやすいですが、腕、手首に視点を作らないように意識して練習しましょう。目の使い方は横移動する敵をエイムするときにほとんどの人はクロスヘアがある真ん中を見ていると思います。ですがそれだと敵の切り返しに反応するのが難しいと思います。なのでクロスヘアを敵の中心に置きながら目は敵の肩を見ます。肩が一番面積が大きく切り返す時に動きが分かりやすいので敵の切り返しが追いやすくなります。僕は肩が一番見やすいですが、敵全体をぼやけるように捉えて画面の動きを感知して追うというやり方も追いやすいと聞くので、自分に合ってる方を練習してください。次に実戦での打ち合い意識の練習としてこのシナリオをやります。このシナリオは SMG のスピードで動いてくれるボットを動きながらエイムするシナリオです。このシナリオをやる上で意識することは敵と逆方向に動くアンチミラーリング、または敵と同じ方向に動くミラーリングを意識しながら練習するということです。キーマウの人は手癖で打ち合い中にエアストレーフしてしまう人が多いですが、エイムの安定は地に足をつけ体の動きで合わせることからなので、このシナリオで練習しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画の質問などがあれば気軽にコメントしてください。バイバイ。